ほ、元気？今何してる？ポッドキャスト始めるよ。Thank you for always listening. This podcast is designed for learners at the N5 level. I speak slowly and use easy Japanese. The vocabulary list is available in the description box, so if possible, please read through it before listening to the podcast. You can understand this podcast just by listening, but if you're watching the video, Japanese subtitles are available. You can also turn on English subtitles, so feel free to use them. There will be no shadowing practice today. If there's anything you don't understand, please make a note of it and ask your questions in the comments section. Now, let's get started. じゃあ、始めましょう。今日はポーツマスのお話です。ポーツマスといえばここ。The Mary Rose Museum。見てください、この私の嬉しそうな顔。日本語ではメアリー・ローズ博物館と言います。私はずっとここに行きたかった。今月、私は誕生日があったんですよ。そして、私のオーストラリアに住んでいる生徒さんがイギリスに来ると言いましたから、じゃあ一緒にポーツマスに行きませんかと言いました。そして、やっと行くことができました。I could go. 行くことができました。But she sat in the surge, only a few miles away from Iceland. She lay undiscovered for hundreds of years, entombed in the seabed, until her wreck was finally located by a group of divers in 1971. 皆さん、この声がわかりますか？そう、イギリスの有名な俳優、ジュディ・デンチさんの声です。建物に入って、お店を通って、そして博物館の中に入った後、このイントロダクションを見ました。まずは、first of all、まずは、このメアリー・ローズという船について話しました。この船はヘンリー8世、ヘンリー the eighth、イギリスの有名な国王です。The King、国王です。この船はヘンリー8世の船でした。でも戦争、at war、戦争の時、500人の人と一緒に、この船は海に沈みました。sank、沈みました。でも、430年後で、ダイバーが見つけて、そして私たちは今、この船を博物館で見ることができるんです。博物館の中はちょっと暗くて、私は博物館の中でマイクを持って話したくありませんでしたから、博物館の中は写真で紹介します。これがメリー・ローズです。大きいですね。500人ぐらいの人が乗っていました。大砲、cannons、大砲やいろいろな武器、weapons、武器もあります。犬も乗っていました。船が沈んだとき、when she sank、沈んだとき、船の下の方は bottom part、船の下の方は砂に埋もれました。They were totally covered、埋もれました。そして400年ぐらいです。木は腐りませんでした。
wooden parts didn't rot. 木は腐りませんでした。だから私たちは今、この船を見ることができるんです。さあ、中に入りましょう。いよいよ、finally、いよいよメリーローズに会いますよ。これが今のメリーローズです。海の底、bottom of the sea。海の底からこの形で、in this shape、この形で引き上げました。lifted it up。海の底からこの形で引き上げました。船は1500年頃にできました。そして1545年に沈みました。sank、沈みました。それから1982年に引き上げました。lifted it up、引き上げました。すごいですね。500年前の船ですよ。この中で500人の人が働いていました。どんな生活をしていましたか？どんな戦争でしたか？ワクワクしますね。この船は今建物の中にあります。inside the building。建物の中にあります。この船の中にあったものも博物館の中で見ることができますよ。これは大砲ですね。cannons、大砲。船には犬も乗っていたみたいですね。そしてこの船には医者も乗っていましたよ。たくさんの道具もありました。博物館の中は暗くてとても静かです。さあ、ではこの船に乗っていた人はどんな人だったでしょうか。この船の近くにはたくさんの人の骨もありました。人の骨、human bones、人の骨もありました。これはアーチャーの骨です。肩の骨の形を見ると、この人は若い時から弓、bows、弓を使っていたことがよくわかります。昔の弓は今の私たちのアーチェリーよりずっと重くてずっと強かったんです。それからこの人たちが使っていたアーチェリーの道具、tools、服、clothes、アーチェリーの道具や服もあってとても面白かったですよ。私たちは今スポーツでアーチェリーをしていますが、この人たちは、そしてこの弓は戦争で使ったんですよね。私はアーチェリーは武器だ。武器、weapons。武器だと思い出しました。いつも気をつけなければいけないと思いました。この日は他にもいろいろな博物館を見て、たくさん歩いて、とても疲れました。昼ご飯は博物館の近くのカフェでベイクドポテトを食べました。そして
晩ご飯はホテルでメキシコの料理を食べましたよ。とても美味しかった。うちでは近所のお友達が里にご飯をあげに来てくれたり、夫のお母さんが遊びに来てくれたりしましたから安心でしたが、時々うちのセキュリティカメラで佐藤を見ました。佐藤はこのうちで初めて一人になりましたから、寂しくてよく泣いていましたよ。ごめんね、さっちゃん。では、今日はこれで終わりです。ポーツマスの博物館は一つのチケットで全部の博物館を見ることができます。チケットはちょっと高いですが、皆さんもぜひ行ってみてくださいね。最後にこの写真を見てください。私はヘンリー8世になりましたよ。じゃあ、また次のビデオで会いましょう。ありがとうございます。またね。バイバイ。